こんにちはったらこんにちは。いつもです。というわけでタイトルそのままなんですが、嫁様がやっちゃいました。床の上に置いた米びつからですね、目線の上にある炊飯器にお米を注いだら内釜が入ってなかったという。炊飯器って内釜外すとこんなじゃないですか。中央部のこれは多分センサーですよね。で、ここを拡大すると微妙な感じで隙間があるんですよね。ちょうど米粒が入りそうなサイズ。この隙間に米粒が入り込んじゃって、慌てた嫁様が何をしたかというと、水道の水を注いで洗い流しました。嫁様技術系のご職業なんですけどね。一応きれいにはなりましたが、当然水はさっきの隙間から内部に流れていきました。ここで嫁様は冷静になったらしく、これはまずいかもしれない。宇野が所業に気がついた嫁様は、ごめん、炊飯器壊したかもしれないと連絡してきたのでした。僕は僕で、これはネタになるなと考えてたんだから、まあいろいろ終わってますね。とはいえ、コンセントから抜いて1週間ほど放置。いい加減砂糖のご飯にも飽きてきた頃、時間が取れたので分解に手をつけたのでした。やって始めましょう。大きな作業台とか持ってないので、床に正座して作業します。正座しているのは炊飯器メーカーに敬意を表しているわけでは当然なくて、姿勢が安定するからです。裏に見えているネジを4つ外します。当初ここまでは良かったんですよ。この後実はなかなか外装が外せなくて大変でした。ネットでいろいろ検索してたら、まずはハンドルを外さないといけないという情報を見つけました。ハンドルを外すために裏のカバーを外します。このカバーを外して、ハンドル止めより下までハンドルを回さないと外れない仕組みになってるんですね。外れました。繰り返すときに邪魔なので、蒸気蓋は外しておきます。繰り返して外装を引っ張れば簡単に外れます。中を見てみたのですが、全然綺麗でした。そう簡単にゴミが内部に入らないようになってるんですかね。中を見てみます。大きなコイルがあって、結構分厚い何かのシールド板が入ってました。熱電磁波？どっちかあるいは両方ですかね。こっちは高熱ファン。ファンの下にはめっちゃがっちりしたヒートシンク。コイルのドライバーを冷やしてるんでしょうね。背面にはカタツムリみたいなコードリール。これは戻しておきます。内部にも特に米粒は見当たりませんでした。肝心のサーミスターを忘れてました。外してチェック。ここも綺麗なもんです。なんか不思議ですよね。嫁様どんな洗い方したんだろう。問題なさそうなので組み立て直していきます。コードはあらかじめケースに通しておきます。カバーをかぶせて、お尻の部分をちょっと押してあげるのがコツです。
あとはネジを締めて、1つ、2つ、3つ、4つ。外した時と同じ角度でハンドルを戻します。背面カバーをはめ込んで、ネジを締めたら本体は OK。ついでなんで蒸気蓋を掃除しておきます。まずは外側をざっと洗って、弁を開けて中も掃除します。これ以上は分解できなさそう。作業場に戻りまして、きれいになった蒸気蓋を戻して完成です。というわけで今週は嫁様がやっちゃった炊飯器を分解掃除してみました。特に掃除する必要もなかったですけどね。意外と中に異物が入り込まない作りになっているのかもしれません。台所で使うものですからね。フェールセーフはそれなりに考えられてるかも。さて動画は動作確認でお米を炊いているところ。一時期スーパーでも出回っていたカリフォルニア米です。20年ほど前カリフォルニアで食べてたカリフォルニア米は正直いまいちでしたけど、これは全然美味しかったです。進歩したんですね。上手に炊けました。問題なさそうです。というわけで無事復活を果たした我が家の炊飯器。嫁さんめっちゃ喜んでましたよ。1週間冷凍ご飯と砂糖のご飯で過ごしてましたからね。それにしても炊飯器というのは偉大です。炊きたてのお米の美味しいこと大事に使っていこうと思います。さてここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。で次回なんですが、ちょっと工作をやるかもです。ではまた次の動画でお会いしましょう。